皆さんこんにちは。西予古県の苔見沢です。今日はスマホのジンバルを買いましたので、第1弾お庭ツアーをしていきたいと思います。この画角、動画のエンディングでねよく使ってるこの画角なんですけれども、はい、この庭ですね。喋りながらご紹介をしていけたらなと思ってますちょっと入り口から行こうかな。反対の外の入り口から順々に紹介していきます。はい、ここがね入り口になってまして、ここから見ていきましょう。はい、門をくぐるとこんな感じですね。はい、この向こうに玄関があります。で、ここが和室ですね。和室は生配信とかで使ったりとかしてる部屋です。はい、で、こちら庭苔ですけれども、この辺は筆苔が短く生えてますね。で、砂苔。メインはね、砂苔になります。で、ところどころね、その環境の状況に応じて、そこにあった苔が生えてるって感じですね。うん。ここの庭には、メダカの稚魚はいます。はい。これで、こういう感じで、庭苔ですね。今日はね、もう、灼熱日が続いてて、今日も暑いんですけれども、砂苔も色がね、茶色になってます。乾燥するとね、色が落ちるんで、茶色くなるんでね、こういう風に見えるんですけども、普段ね、大体天気がいい日の砂苔ってこんなもんです。雑草が増えてきたんで、これもお手入れしないといけないですね。この周りですね、ちょっと若干水分含んで広がった砂苔がありますけれども、濡れるとね、こんな感じで鮮やかな緑になって綺麗になりますけれども、ちょっと濡れてるところ緑になってますよね。だいたい乾燥してる状態の砂苔っていうのは茶色っぽい感じ。これが普通です。で、今はね、このなでしこの花が見頃を迎えてますね。あれは満涼かな、なんか占領か満涼か、感じです。ここにね井戸があるんですけれども、井戸水ね、井戸水使い放題なんですけれども、動かすたびに呼び水って言って水を入れながら電源ある程度回しとかないと水が出ないんで、ちょっとめんどくさくてあんまり使ってません。だいたいもう水道ひねったら一発で水出るんで、そっち使っちゃいますね。それでアジサイがあります。アジサイもだいぶ早いものはね、どんどんもう枯れてっちゃってますけれども、まだこれから出るやつとか綺麗ですね。これなんかもまだつぼみのまま、はい、こんな感じですね。これも綺麗ですね。はい、続いていってみましょうか。これは枕木です。枕木をね向こうまでざーっと踊らしてますね。砂苔、この辺も砂苔。梅雨、もう今年はね梅雨と呼べるほどの梅雨じゃなかったんですけども、梅雨が明けて雑草がね伸びてきてるんで、
この辺も買っていきたい、取っていきたいと思っています。岩木はもうカラカラですね。こんな感じで、この辺も砂苔、一体砂苔なんですけれども、よく見るとね、あの辺に、この辺にね、灰苔が混ざっていたりとかしてます。これも山野草ね、可愛らしい株。いいですよね。はい、この辺もなでしこ、赤いなでしこが今見頃です。こんな感じですね。こっから向こうがね、よく動画にもたまに出てるしてますね。ここは和室の縁側ですね。ほいで向こう行くと、こう行くと玄関になります。でちょっとこの辺こう裏から見てみると、今ね、最新の動画のエンディングはこの画角でこの義母子となでしこちゃん、あっちもなでしこですね、綺麗なんで、こうやってこんな感じかな、こんな感じの画角でエンディングを今つなげてますけれども、季節によってね、庭の表情が違うんで、その庭の表情も季節ごとにね、お伝えしていければなと思ってエンディングもたまに差し替えしています。でこの足元見ると、この辺ね、すごい一帯がここら辺来るとね、馬杉か大杉か分かんないです。大杉苔かながわっと生えてたりで、灰苔も生えていたりします。このエリアはですね、一日ほぼ日陰、このエリアはもう昼からはもうほぼ日陰になるんで、苔の育成が一番いい場所ですね、ここ。この辺は一番苔のボリュームが多いです。よいしょっていう感じ。ここがね、和室の前ですね。この辺もね、すごい砂苔と杉苔、灰苔が混在しててボリューミーなところです。今日もカラカラなんでこんなですけども、水に濡れた時はすごく鮮やかな緑です。この辺もそうですね。この辺はもう砂苔メインですね。こんな感じです。はい、ここもなでしこが今一番綺麗ですね。これね、砂苔が菌にやられたのか猫のおしっこなのかわかんないですけども、ところどころね、こういう風になります。基本的にはこれ放置なんですけれども、広がっていくようだったらこう取って、で砂苔張り替えたりとか巻き置きしたりとかしてメンテナンスしてます。ちょっと縁側、ここ和室なんですけど、和室の縁側をこう見るとこんな感じですね。ここはね、すごく落ち着きます。この庭の感じ。今ここの後ろ、これを閉じてますけど、窓を閉めてますけども、和室をね、こう開けて、窓全開にして障子も開けて見える景色がとても綺麗で、たまにね、そこでご飯食べたりとかしますね。はい、こんな感じ。この辺はね、岩ひばがあったりとか、結構岩ひばが増えたな。広がってますね。この辺も、ここはね、雨が日差しの雨がここに落ちて地面を叩くんで、ここはちょうどね、苔があんまりないんですよ。
この上のひさしが、ここが直接雨水がこの下に落ちるようになってるんで、はい、いい感じです。杉苔、この杉苔もですね、これあんまり伸びるとね、こういう風に茶色く枯れ込んできて、その上からね新芽は出るんですけれども、枯れ込んでくるんで、ある程度長くなったらね、本当はね刈り込まないといけないんですけどね、ちょっとまだ今そのままにしてます。はいそれでこの辺に来ると、今ねここのエリアは一日もう日がカンカンに照る場所なんで、なかなか砂苔すらもねちょっとうまく育たないというか、だいぶ傷んできています。でこういう場所でもね、杉苔はね割とこう新芽を出してくれるんですね。すごい、でこんな感じ。結構この辺傷んでるように見えて、この今乾燥しきってるんで茶色く見えてますけど、割と復活してます。雨が降った日は結構緑がね出てくれて、こう見た目以上に実は結構砂苔も復活してる、そんなエリアになります。そこはねボタンがあったりとか、観葉植物出してたりとかしますね。アロエアロエはですね、いろいろと怪我とかそういうのに使えるんでもらっています。今育ててますけれども、ここ来ると玄関ですね。はい、玄関から見た時の外の感じ、このアプローチがこうずっと向こうの門のところまで続いているという感じですね。よいしょ。でここの最初の画角に戻ります。はい、梅の木があったりとかねしてますけれどもはい、こんな感じで裏はね栽培補助予定地です。もう近々本当に裏で苔栽培を始めないといけません。整備したいと思います。はい、ちょっとね今カメラ止めてざーっとだけ水まいてみました。やっぱり水まくと苔のね色がだいぶ違います。すごいですよね。だいぶ発色がさっきと違うんじゃないかなと思うんですけれども、はい、こんな感じです。ということで、スマホのジンバルをね買ってみて、庭苔散歩動画、庭苔紹介動画を撮ってみました。もともとね一眼レフのジンバル持ってたんですけど、こう一眼レフってやっぱりねこう撮影するぞっていう時じゃないと、こう一眼レフ持ち出してでジンバルまでつけてね撮影するっていう、結構こうハードルが高いんですよ。でスマホのジンバルだとパッとね気軽に持ち出せて、スマホで撮影するのと同じぐらいの感覚でパッと撮れるんで、機動力がね全然違いますんで、スマホのジンバルを買ってみました。でそもそもねスマホのジンバル買ってみたって、なんで買ってみたかっていうと、YouTube のね皆様のおかげなんですけれども、収益がちょっとずつ入ってくるようになって、でその YouTube の収益を機材にこうまた
投資するというようなことをしていこうかなと思って、その第1弾ジンバルのスマホのジンバルでした。で、定期的にね、この庭苔の紹介だったりとか、あと栽培苔補助の状態なんかも定期的にね、こういう感じで喋りながら皆さんにお伝えしていけたらいいなと思ってます。で、何よりね、メンバーシップに入っていただいている皆様は直接お金をいただいているので、そういった方々にね、特別なちょっとコンテンツをこうコンスタントに出せるようにしようかなと思って、で、補助のレポートなんかもこういう感じでスマホのジンバル使ってこうできたらなと思ってます。で、皆様からいただきました収益というのを皆様にまたコンテンツとしてお返しできるようにしていきたいなというふうに思ってます。で、何よりメンバーシップの皆様ですねに、喜んでもらえるように、そんなコンテンツを今後も増やしていきたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。普段からね、本当に応援いただいている皆様、本当に感謝で、このようにね、実際こう形になるものがこう私もこうやって買えるんでね、本当に嬉しいです。実際今 YouTube の収益そんなに多くはないんですけれども、まあ月の電気代が賄えるぐらいは実際毎月コンスタントに入ってくるんで、本当に嬉しいですね。それだけでもめちゃくちゃありがたい。本当に皆様のおかげです。こう視聴していただく皆様のおかげです。ただね、こうやって喋る動画だったりとか庭苔の紹介動画だったりっていうのは苔テラリウム動画よりも再生数が全然回らないんですよね。そこがちょっとどうかなと思うんですけども、ただね、こういった庭苔の紹介したりとか特に栽培補助ですねを見たいという方も結構いらっしゃると思うんで、栽培補助はもちろんもっとめでる会員様限定の動画にしようかなと思ってますけれども、この定期的にね、こうやって喋りながら庭苔の紹介、季節ごとにやっぱり表情が全然変わってくるんで、苔のね状態とか、こういう山野草とかこう木の状態とかね、季節ごとに変わってくるんで、これもね庭苔管理するとか、そういう方には興味深いコンテンツになるんじゃないかなと思って、で定期的に出していこうかなと思ってます。で、苔テラリウムの動画はですね、もちろんそれもコンスタントに出していくんですけれども、こういったおしゃべりしながら庭苔紹介したりする動画ですね、こういうのもまた本数増やしていきたいなと。で、それはそんなに再生回数こだわらずにですね、本当にそれで喜んでいただいている方が少なくてもいらっしゃれば本当にそれでいいかなと思ってますんで、そういうこのスマホのジンバルでこういう感じの動画ですねを今後もやっていきますね。よろしくお願いします。やっぱりね、手持ちで喋りながら撮るっていうのもいいんですけども、手ぶれが本当に結構ひどいんでね、やっぱりこういう風な安定した絵で動画でね音だけする方がもちろんいいですよね。ということで、スマホジンバル第1弾動画は西横県苔見沢の自宅の庭苔の紹介でした。はい、またよろしくお願いします。では最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、失礼します。ありがとうございます。